はい、今回注目してほしいのがこのグリルなんですけれども、すごく凝っていてとてもですね見応えがありますけど、軽くて使いやすいというのはやっぱ正義かなというふうにも思います。おお、スカスカや。本当にスズキらしいですね。うまいデザイン力っていうのが使われているかなと思いました。すごいゆったり乗れるんですね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日ご紹介するのはこちら、スズキの新型スイフトです。すいません、結構ですねちょっと遅くなってしまったんですけれども、やっと取材が叶いましたので、今日はですね内外装と使い勝手をお届けしてまいりたいと思います。先代から少しイメージが変わりましたエクステリアから内装、それからこの次の動画にですね試乗をお届けしてまいりますので、ぜひご期待ください。それでは今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、それではフロントフェイスいきたいと思います。少しイメージが変わりました。これまでのですねスイフト、歴代のスイフト全部ですね重心が低くてすごくコンパクト、凝縮感のあるデザインというのが特徴なんですけれども、その印象は引き継ぎつつも少し優しい印象になりました。先代のスイフトがですね少しスポーティーな感じでこう駆け上がるようなねラインだったんですけれども、なんとなく優しい感じになりましたよね。はい、先にですね斜め方向からご覧いただこうかなと思うんですけれども、今回の新型スイフトはラウンドしたボディのフォルムっていうのがデザインのポイントになっています。どういうことかというと、見たらすぐわかるんですけれども、この辺ですね、ボンネットとかも少しこう2段階にラインが入っていて、ポコッと盛り上がったようなボンネットのラインを形成しています。それが全部続いてサイドにまで回り込んでるんですね。だからこうラウンドしたような丸い感じの表情っていうのが優しさを表現しているんですね。はい、この角度からご覧いただいてもわかるかと思います。そのラウンドしたこのボンネットのラインですね、そこからこのスズキのコーポレートロゴが入っているところ、ここがこうちょっとこう面の形になっていて、少しですねこの辺でこうぽっこりした鼻先っていうのを表現しております。でこれでこうちょっとね立体感のある、走りっていうのはですね十分にこう想像させつつも、この辺で優しさみたいなねところを表現しているのかなと、ボリューム感っていうのをすごく感じます。はい、今回注目してほしいのがこのグリルなんですけれども、ピアノブラックを採用していてとっても高級感があります。ライトの目頭からつながってしっかりと開口部の大きいこのグリルなんですけれども、お値段にふさわしくないぐらいにしっかりと高級感があるのが特徴かなと思いました。はい、そうなんですよ。このスイフトめちゃくちゃ安いんですよね。でよく番組の中でもですね矢作さんがもうスズキの車はですねこう新規から車を作ってないんじゃないかと、パーツをどっかから取ってきてるんじゃないかとかいう話をね冗談でよくされるんですけれども、それぐらいやっぱりすごく質感が高いですよね。で今回の新型スイフトもスズキの他の車の中でもやっぱり登録者の中でもすごく売れてる車っていうのもありまして、めちゃくちゃ気合いの入った冊子になっています。その気合がこの辺に出てるかなと、作り込みがすごく綺麗なんですよね。でちゃんと凹凸もあって 3D になっていて、このグリルからギラッとですねクロームメタリックのですね装飾がある縁取りになっていて、とっても立体感もありますし、ここすごく高級感があります。さらにここですよ。はい、実はですねすごい姿勢ですけれども、このアンダーのところですね、この顎のチンスポイラーのところなんですけれども、ここがチタニウムみたいなガンメタみたいな色になってるんですね。だからここだけ質感が違うんです。でここで質感を変えることによって、しかも結構ですねしっかりと高級感のあるガンメタ色を持ってくることによって質感が変わって見えるというか、で3つの素材と色、4つの素材と色を使っておりますので、ものすごく高級感が、お金かかってるよっていうのがねここでそのアピールされているという感じなんですね。はい、そしてですねやはり最近の新型車といえばライトです。 LED ライトが入りました。光らせてみます。どうでしょうか。今フォグランプつきましたけれども、はい、こんな感じでですねライトがすんごい綺麗なんですよ。はい、右ウインカー行きます。はい、左行きます。はい、ハザードです。はい、めちゃくちゃ高級感あるでしょう。すっごい綺麗になりましたよね。まずですねこのチューブ状の LED のデイタイムライトが入りました。これがしゃっきりと白くて、とってもこう目のね下のアイラインを縁取っているというか、とっても綺麗です。そしてこう大きい単眼のライトがこうパキッとこう目覚めて、でその下にですね単ランプがあるという感じなんですけれども、単ランプはねこうやって見るとスズキらしい
ちょっとアナログさっていうのがあるんですけれども、でも全体的にそのライトのユニットの中がとても凝ってますので、この、ターンランプのアナログさっていうのが、ちょっと分かんなくなるぐらい全体的な雰囲気がとてもいいです。そしてここですね、フォグランプもちゃんとついていて、このフォグもですねすんごい明るいでしょ。すごくここもですね2つ合わさると、通常ね点灯させることはないとは思いますけれども、こう2つ合わさるとですねこうワイドにねボディを見せるっていうような効果もあると思います。はい、グローバルで非常に人気のあるスイフトですから、やはりですねこのように全体的な質感の底上げがなされたというのは世界中で歓迎されるんじゃないかなと思うぐらいやっぱり綺麗でした。はい、今回ですねボディがなんと13色展開ということでですね、やっぱりこれぐらい小さな車だと自分に似合うパキッとしたカラーを選びたいと思うと思うんですね。私は今回ですね赤を選んでいただいたんですけれども、ブルーに関しては3レイヤーのすごく綺麗なブルーが採用されているので、これはですね東京モーターショーモビリティショーですね、こちらでもお立ち台の上に並んでましたけれども、本当に綺麗なのでぜひですねお好みの1台を選んでいただけたらと思います。さあそれではサイドビューです。サイドビューも今回ですね寸法がほとんど先代と変わってません。プラス15ミリだったかな。前のそのエアロのデザイン分少しだけ伸びたんですけれども、それ以外ですね、この扱いやすいボディサイズっていうのは継承されました。なのでこの新型スイフトはスイフトらしさっていうのをすごく色濃く継承してるんですけれども、やっぱりですねどの世代のスイフトもサイドビューすごいいいですよね。改めて私も思ったんですけれども、一つポイントとしては今回ですねツートンカラーを選んでいただきました。ルーフはブラック、そしてボディは外反色ということなんですけれども、このツートンカラーを引き立たせているのが、ピラーがね黒になっているので、こっから上とこっから下がですねパキッとこう2色になっていて、とってもスポーティーでかっこいいんですよね。はい、そして張り出し感を出しているこの、ボンネットのねさっきご紹介した張り出しなんですけれども、このラウンドフォルムっていうのがこうサイドにまでずっとつながってるんですね。でこれ一直線でぐるっと回り込むような感じになっていて、ここも、その包み込まれるようなね優しい表情っていうのを一つ表していると同時に、鈴木さんはですねすごく優しくなりましたっておっしゃってるんですけれども、サイドビューに関してはめちゃくちゃ勇ましいですし、本当に疾走感を感じます。その理由はこれ私の推理なんですけれども、やっぱりですねこのラインがめちゃくちゃ深いんですよ。で深いというのはこのラインのところがギュッと張り出していて、ここをえぐらせてあるんですよね。これによってコントラストがすごく強いんです。でもう一つですね、このサイドスカートのところもしっかりとエアロ入ってるっていうのもあるんですけれども、ここの下にもですね一つこう大きなへこみがあって、こうプレスラインが割とこう強めに入ってるんですよね。ここ出て下下がってみたいな。でこのコントラストがこの疾走感を生み出してるわけなんですけれども、もう横から撮ったらレンジローバーみたいなちょっと言い過ぎたなんかすごく高級感ありますよね。これだけでこのプレスラインだけで一つすごく質感を作っているという印象を私は受けました。はい、ちなみにですね先代のスイフトはこう駆け上がるようなね、ちょっと疾走感がもうちょっと強いというか駆け上がるようなボディデザインをとってましたけれども、今回ですね全部割と直線基調になったんですよね。でそれによってこのリアのドアノブ、先代はですねこの辺にあってちょっとこうね、リアの窓の中にこう組み込まれたような形になってましたけども、それがここに戻りました。ということで、こっちが好きだったっていう人ももちろんいると思うんですけれども、ここに戻ったということによってこうカーデザインが割とこうシンプルになったというところもあるかなと思います。で、直線とは申し上げたんですけれども、このフラントガラスのところが少し上がっていて、リアに向けて少し傾斜してなだらかに落ちていくんですね。これによってちょっとしたクーペらしさみたいな感じも出ていて、そのクーペライクなハッチバックっていうような非常にですね現代的なスタイリッシュさっていうのを表しているかなと思います。このルーフラインは本当に綺麗だと思います。はい、そしてタイヤホイールです。これもですねすごくシンプルなんですけれども、ちょっと優しい感じになりました。ここメカメカしいやつがねちょっと鈴木の中で流行ってた時代もあるんですけれども、この世代のやつはですねこうちょっと角を落としたようなねこう丸みがつけてあって、コントラストはしっかりついてるんですけれども、そんなにこう主張が激しくないみたいな感じの、このホイールのデザインになりました。でペイントと切削面がね上手にね分かれていて、ここのコントラストのつけ方というか、その回った時の綺麗さっていうのをこれすごく感じますよね。回ってるかのようにも見せているし、回ってる時の綺麗さっていうのがあるだろうなっていうのを感じさせる、ちょっと躍動感のあるデザインかなというふうにも思います。はい、それではリアビューです。これもですねハッチバックならではのかっこよさ、スタイリッシュさっていうのをすごく表しているかなと思います。上のこのブラックのところがキュッと凝縮していて、そしてこのボディのところがワイド感を出しているっていうようなね、このスイフトの次に多分スイフトスポーツも期待できますけれども、このスイフトですらもすでにすごくスポーティーっていう感じをねリアビューでも表していると思うんですよね。そしてやっぱり
ライトも LED になってるんです。光らせます。はい、今点灯させています。ブレーキ踏んでます。右、左、ハザードです。はい、このような形でチューブの LED になっていまして、ここがすっごい綺麗なんですよね。 LED なんだよね、きっとね。ちょっとこうね、中の方にこうライトの光源がありそうな感じで、ここが一番強くてですね、高級輸入車にあるような全体的にすっごい綺麗に光ってるっていうものではないんですけども、でもそれ風にちゃんとなっていてすごい綺麗です。これは私がちょっと今ね、意地悪に見てるからそういう風に思うだけで、パッと見てそんな細かいところをあんまり気にならないぐらい全体的な印象がすごく綺麗です。で、大きいユニットなんですけれども、その理由はやっぱり黒と赤でコントラストをしっかりつけてるからじゃないかなと思うんですよね。で、この中のライトのその中身ですね、この光源とかもすごく凝っていて、とてもですね見応えがあります。で、この、パンランプはですねの前のタンランプと同じくですね、ちょっとよく見るとかなりアナログチックなんですけれども、そこもですねこううまく隠してあるというかね、こう全体的なデザインが綺麗なので、すごく工夫が見える、そのコンビライトかなというふうに思いました。はい、そしてですね、このスポーティーなハッチバックらしく後ろをしっかりと樹脂になっています。で、これによってやっぱりメンテナンス性が高そうというかね、ちょっと泥跳ねがバッとあっても、ちょっと多少ねちょっと飛び石なんかがあっちゃっても、傷が目立たないようにですね保存できるというか乗れるっていう感じもして、後ろのこのスポーティーさっていうのは、すごくいいなというふうにも思います。で、これも凝ってるんですよね。形がすごく凝ってるので、ここに樹脂が入っていても安っぽくは全然見えないです。さあ、それではラゲージルーム行きたいと思いますが、このですね、この、テールゲートのここにもそのラウンドフォルムっていうのがですねちゃんと統一されているっていうのを言い忘れてたので言っときますけれども、しっかりとですねラインの入った、ここもまた高級感ありますよね。はい、テールゲート開けてみたいと思います。お、深い、めちゃくちゃ深い。はい、こんな感じでですね結構段差があります。深い物入れっていう感じがしますね。そしてその分ですねすごく物がたくさん入りそうな感じです。めちゃめちゃ広くはないですけれども、外から見てなるほどねっていう納得させるぐらいの広さっていうのはあるかなと思います。結構ね深いんですね。こう結構深くて、でこう奥行きもそれなりにあるというようなイメージですかね。はい、もちろんですね、ハッチバックですからこのように、はい、パタンパタンと倒してラゲッジにすることも可能です。で、ここが段差はありますので、この平らではないですけれども、でもこれは使い方次第でどうにでもなるかなと。でもちろんこれも取れます。これ結構簡単に取れるので、はい、超広々じゃないですか。こんな感じで割と広大な室内空間という感じがします。いや、なんといってもすごいいいなと思うのがこれですよ。すごい軽いしめっちゃ簡単。こんなだっけスイフトってね。すごい機構も単純でシンプルだし、気軽に使おうと思った時にささって外せるっていうね。なんですけどちゃんと固定されているっていうね。これすごいな、すごいいいなと思いました。なんかトノカバー外すのってこんな内外装とか使い勝手やってると多分人の人生の何倍もやってるんですけど、これね重いのもやっぱり防犯の意味でいいんですけど、軽くて使いやすいというのはやっぱ正義かなというふうにも思います。はい、そしてすごくスイフトらしいポイントはこのルーフエンドスポイラーにもあるかなと思います。もうみんな大好きスイフトスポーツの到来を予感させるみたいな感じなんですけれども、結構しっかりですねここも空力考えて切り立ってるんですよね。で、このリアのウィンドウに覆いかぶさるようにあることによってカーデザイン的にもすごく締まりますよね。あとアンテナは空間字なので、ちょっと立中とかに日常的に入れる人はこれ作品の方がいいかなって思うところかな。はい、それではですね今回エンジンが変わりましたのでボンネット開けてみたいと思います。ちっちゃい蓋がすごいちっちゃく感じる。おお、スカスカや。はい、こんな感じでですね実は4気筒から3気筒になりました。 1.2 っていうですね排気量は一緒なんですけれども、エンジン自体がですね、シリンダーが1個なくなったという形になります。それによってほらこの辺とかですね、ユニット自体の大きさはそんなに変わらないのかもしれないんですけど、すごくスカスカに感じますよね。もうこれ見るからに軽そうっていう感じがして、はい、こんな感じの
エンジンルームになっております。さあそれではインテリアいきたいと思います。もうインテリアも劇的質感アップしているのでちょっと注目していきたいんですけれども、まずですねドアの内側なんですけれども、この部分は樹脂です。ここも樹脂です。ここが布でソフトパッドっていう感じです。なので意外としっかり樹脂なんですけど、これがすごい上手でね、ちょっとそばで見ても多分こう映像で見るともっとそうだと思うんですけれども、そばで見てもあんまりプラスチック感ないんですよ。これ本当に上手で、ちょっと幾何学模様みたいなのが入っててね、ですごく綺麗なんですよね。色も綺麗だし、この模様の入れ方も綺麗だし、この素材の選び方も全然安っぽくなくてすごくいいなと思いました。でこれが全体的に入ることによって室内がすごく明るく見えます。なので気分も上がるし、本当にもう一回言うけど綺麗なんですよね。でここに艶消しのシルバーが入っていて、ここもですね質感としてとてもこう見た目にですねこう心が華やぐポイントかなと思います。はい、そしてシートなんですけれども、こちらはですね最上級グレードになっておりまして、結構ねしっかりと一見こうレザー見えするみたいなね、艶のあるですねファブリックが採用されています。でこの、座面のところはですねちょっとこうエンボスが入ったみたいな感じの座面のところと、それからここにちょっと折り目がまた違うファブリックが使われていて、この辺がグレーでこの辺がもっと濃いグレーみたいな感じで、はい、色がですね3色に分かれているので、ここも見た目に高そう、いい車じゃんっていう風にね思わせるポイントかなっていう風にも思います。はい、というわけで、先ほど申し上げたこの辺のですね造形が本当に綺麗で、ダッシュボードとかにもこの手法が使われているんですね。だから明るい色のこの素材と、それからここの樹脂ね、黒い樹脂とそれからシルバーっていう感じで、結構ですねいろいろ色を使っている割にはガチャガチャしてないっていうね、トーンが統一されているので本当に美しいかなと思います。また結構凝ってますよね。なんかね包み込まれるみたいな全体的な印象あるのに凝っているので高そうに見えると。でこの辺はやっぱり高い素材を使っているわけではないのに高見せするっていう本当に鈴木らしいですねうまいデザイン力っていうのが使われているかなと思いました。でさらに言うとステアリングも結構高級感があるんですよね。でこれ革巻きになっていてステッチも入っている。で、今回 ADAS がすごく充実したんですけれども、その辺のスイッチもこの辺に入っていて高級車みたいな感じのステアリングになっているっていうのも一つこの高見えポイントでもありますよね。あとはやっぱ大きいナビが入ったということで、ちょっと始動させます。始動ここです。いきますよ。はい、さっきですねライトついた時にいろいろと中が喋ってたのがこれです。はい、実はこんな風にですねくるりんとこのスイフトの周りをですねアラウンドビューカメラが回りまして、周りが結構安全だよというのを教えてくれるんですよね。はい、そして情報が3分割になっていて、すごくここも綺麗だと思いませんか？だからこのナビもこっちにちっちゃく見えて、でこの燃費がねすごくないですか？燃費、ね、25.9。ちなみにこれ通り回したりとかしてるので燃費下がりましたけど、さっきまで 27. 点いくつとか出てたので、やっぱりすごいなっていう感じがします。エンジンが小さいのと、エンジン小さいだけではなくてちゃんともう燃費のマネジメントが行われているということを感じます。でその辺はね走行編でこの次の動画でお届けするのでご期待ください。でこう FM とかそのオーディオのね情報とかもこのように大きくできたりとかもします。はい、これも大きくなるのか。だからお、素晴らしいじゃないですか。これはちょっと光って見えますかね？光って見えませんかね？こんな感じでいろんな情報をですねここに集約をさせてくれるので、はい、こんな感じでパッと今何キロ走れるとかいうのも見れるっていうね。でこれはワンドライブ履歴ね、あとは給油管理歴、すごいねいろいろ見れますね。これ楽しい。私燃費のマネジメントするのすごい好きなので、こういうのがあると毎回見ちゃいそう。でエネルギーフローですね。これマイルドハイブリッドになってますので、スズキといえばねもうマイルドハイブリッドですけれども、ここのエネルギーフローも見れるようになってます。はい、そしてナビも普通に使いやすくて、こんな感じでですねしっかりと、表示をされるんですよね。でちょっとこれは帰りに試していきたいなって思うんですけれども、実は
はい、ここにちょっと今ねつながってないのでグレーアウトされてますけれども、 Android Auto と Apple CarPlay にも対応しているので、本当にこの辺も使いやすいんじゃないかなと思いました。でここに下にショートカットがあるので、ここも使いやすいんじゃないかなと思うポイントです。そしてこれですよ、これがつきました。これ何かというと、ドライバーモニタリングシステムです。でここで例えばちょっと目が半目になってきたりとかすると、眠そうですので休憩してくださいとか、そういうのが出るようになりました。ただここの映像で映し出されたものに関してはブレーキとかとは連動してないので、ただの警告になります。で警告はここに出ます。ここですね、ここに出ます。はい、このインフォメーションディスプレイも真ん中が液晶になっているんですね。で他はメカメーターになってるんですけど、真ん中だけがデジタルです。でこれはこのように、これ ADAS ね、こう本当に今回ね ADAS が充実なので帰りちょっと走っていきたいんですけれども、はい、このように例えば平均燃費が出たりとか、あとこれも燃費ですね。こんな風に走行時間こんなになってますよとか、アイドリングストップこんな感じになってますよ、あと時計表示させたりとか、あとこれあれですね、G センサー、モーションセンサーですね、これが搭載されていたりとか、あとトルクとパワー出たりとか、はい、でアクセルブレーキのこの今ねこんな感じになってるので、遅い今止まってるのでこんな感じになってますけれども、こんな風にアクセルとブレーキの、回路というかね、動力の分布が表示されたりとか、はい、あとこれエネルギーフローですね。さっきもナビ画面の中でありましたけれども、こんな風にもなっています。はい、でここに、その眠いですよみたいな表示が出てくるので、こうドライバーモニタリングシステムが、ちょっと警告をしてくれる、ね、居眠りしそうになったら警告してくれるという感じです。はい、というわけでその操作が、このインフォのボタンでできるんですけれども、それ以外に中にいろいろと、はい、シンプルながらにですね、いろいろとこうスイッチが入っていて、ここも使いやすそうだなっていう感じはしますよね。電話、発話系はここだよ。でここに電キープのオンオフがあるよとか、ちょっと分かりやすくちゃんと配置をされているのがすごくいいなというふうに思いました。はい、そしてステアリングのこっち側にですね、レーンキープの、オフとか、それからトラクションのオフとか、そういうのがあるんですけれども、これを押すと、はい、この画面に戻るという感じなんですね。だから周り駐車場とか子供が遊んでてこうね、視覚に子供がいないかとかね、あと猫ちゃんいないかとかね、そういうのを確認するにはこのビューボタンを押してみてください。はい、そしてこの画面のその下なんですけれども、エアコンのルーバーもすごく綺麗に入ってますけれども、この下ですね、これ CD 今これすっごい久しぶりに見たんですけど、すごい需要あるんでしょうね。これ一定数の需要があるから多分つけたってことだと思うんですけれども、 CD 入ります。 CD 聴けます。私もこの前 CD が自分の荷物の中から発掘されて、そのあまりのロックなセンスにびっくりしたんですけどここに、はい、CD も入りますし、あとはクライメートはここにすごく分かりやすく入っていて、すごく小さなユニットなんですけれども、直感的に分かりやすいという感じになってます。であとはこの奥ですね。はい、ここに非接触充電があります。でこの非接触充電が私さっきやってみたんですけど、ちょっと置き場所によってはっていうか機種によっては、私も14 Pro なんですけれども iPhone の14 Pro とかだとレンズが結構出てるので、ちょっとこうセンサーの反応が良くなくて、そこの相性はこれ鈴木だけじゃないですけれどもあるかなっていうふうに思いました。でこっちに USB のタイプ A、 そして C、 さらにこの USBの中にもパコッと開けるとタイプ A が入ってます。であとここはシガーソケットがあるので、結構ねその充電系に関しては割と、はい、とっても豊富だなというような印象を受けております。でドリンクホルダーは2つありまして、こんな感じで入りますし、はい、シフト今回ですねラインナップに MT もあるんですけれども、私は CVT モデルを選びましたという感じで、MT のレポートも今度できたらいいかなっていうふうに思っておりますのでご期待ください。そして、シートヒーターがしっかりあるっていうのもすごく嬉しいです。それからパーキングも電動になりまして、オートホールドもついているので、この辺もですね ADAS と連動してかなり性能の期待できる部分かなっていうふうにも思います。はい、それではリアビュー行きたいと思います。間違えた、リアシート行きたいと思います
はい、前のドアパネルと違って後ろは黒一色になっていて、ここはちょっと質感が残念なところでもありますね。ここも白にしてくれたらよかったのになと思うんですけれども、後ろは後ろで黒く統一されていて落ち着きを重視したのかなっていう感じもするので、デザインのそのコンセプトがあるのかもしれないですが、私的にはここも白かったらよかったのになっていうふうには思います。はい、でもスイフトってね、日常的に4人、5人たっぷり乗車するっていう人が買うような車じゃないかもしれないので、その辺は割り切ったのかもしれないです。はい、で開口部しっかりとありまして、ここのねフット足入れもですね結構良さそうですし、意外と頭のところもですねかがまずに乗れるっていうね、このドアパネルの大きさっていうのの利をすごく感じます。乗りますね、すっごいスルッと乗れるんですよね。はい、という感じで、実際にヒップポイントは前席に比べると少し上に上がっていて、シアターレイアウト的になっているので、すごくですね車は小さいんですけれども開放感の感じるようなリアシートになっています。そして後ろにもですねドリンクホルダーがあったりとかあとねここにもありますけれどもドリンクホルダーがあったりとかするので、非常にですねこの辺もほぼ後席は荷物置きのために使うかもしれないんですけれども、全然4人で、5人はしんどいね。5人はしんどいですけれども、4人で楽々お出かけできるようなパッケージになってるんじゃないかなと思いました。何よりもね結構膝前がすごいんですよね。はい、実際に乗ってみるとこんな感じです。非常に膝前が外から見た以上にゆとりありませんか？すごいですよね。このゆとりは、これ私のドラポジのままなんですけれども、こんなにあるんだって私も乗って今びっくりしてます。すごくゆとりがある。これはもうヘッドクリアランスもそうです。すごいゆったり乗れるんですね。だから多分ねコンパクトカーって、後ろに子供さん乗せたりとかをするか、4人で出かけるか十分です。もうファーストカーとしても十分な性能というかがあるかなっていうふうにも思います。すごい広い、本当にゆったりしてます。なのでこの膝前の余裕もそうだし、ここのそうなんですよ、乗員が割と真ん中に寄ってるので、こっち側のドアとの肩のクリアランスも割とあるので、結構ねせせこましさというのがないんですよね。なんかこっちの窓と自分の顔の距離も結構あって、ここも広さっていうかね、真ん中にギュッと寄ってる感っていうのを感じる部分でもあります。これはリアビューでもね見た通り、そのギャビンが割と上に乗っかってて、リアのそのフェンダーの部分が張り出してるというところもあって、こういうゆったりした室内空間っていうのをですね叶えているのかなとも思います。ね、すごいですよね。で後ろのリアドアも割と距離があるので、本当に寸法以上にちょっと感動します。すごい広く感じます。はい、というわけで今日はこちらスズキの新型スイフトをお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。ね、ゴロッとちょっとイメージが変わりまして、コンパクトなサイズ感をねそのままに少し優しい感じになったなという感じがいたします。この次にですね試乗動画をお届けしてまいりますので、そちらもぜひご期待ください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。